API プレジデントの神保です。本日は地経学インサイト特別編ということでお送りいたします。緊張度を増す中東情勢につきまして特別対談という形でお送りいたします。本日は地経学研究所鈴木和人所長をお招きしてお話を深めていきたいと思います。4月13日の夜にイランの革命防衛隊がイスラエルに向けてドローンや弾道ミサイルを発射いたしました。でこれは79年のイラン革命以降45年にわたって敵対してきたイスラエルに対し初の直接攻撃に踏み切ったということです。で弾道ミサイルも100発以上、ドローンや巡航ミサイルなどさまざまな形でイスラエルに対する直接攻撃をしたということですね。でイランとイスラエルはこれまでも鋭く対立してきたんですけれども、実際のこの直接の戦果を交えることはこれまでなかったというのが、多くの解説をするところだというふうに思います。ただ実際はイランは中東諸国に分散する親イラン勢力、例えばこの中にはシーア派組織のヒズボラやイエメンの武装組織フーシー派など代表的な例ですけれども、こういったプロクシーを代理にしてイスラエルを間接的に攻撃してきたというこういう経緯はございます。でイスラエルもまたイランに対して要人の標的攻撃とか限定的な作戦を展開してきたという経緯があったので、必ずしもこれまで安定していた関係とは言えなかったということなんですけれども、それでも今回の直接攻撃というのは一つのこの歴史的な転機なのかなということを考えているところです。そこで鈴木さんにお伺いしたいんですけれども、なんで今回イランは直接のイスラエルに対するミサイル攻撃に踏み切ったと考えていらっしゃいますでしょうか。今回の直接攻撃は、これまでやると言われていながらやらなかったことがついに、起こってしまったと。一つにやっぱり堪忍袋の緒が切れたという言い方もできると思いますが、これまで実際例えば標的攻撃だとか、古くは2010年のですねスタックスネットというこの、サイバー攻撃によって、このイランの核施設を、無効化するですとか、そういったことはイスラエルの、イスラエル自身は認めてないにしても、イスラエルの、仕業だというふうに思われることは多々あったんですけれども、いずれもですね実はイラン国内なんですね。でこれっていうのはある意味イランからすれば自分たちのインテリジェンスフェイリアというか、そのイスラエルの手先が入ってきてですねエージェントがそういった犯行を行ったということを捕まえきれなかったという意味では自分たちにも多少の非があると。ところが今回はですねシリアにある、イランの大使館、大使館の施設ですね、実際は領事部として使っていた建物ですけれども、そこにこの直接攻撃があったということで、イランとしてはこれまでのような、標的攻撃とはちょっとニュアンスが違う、国際法上この、イランが管理するその在外公館に対してイスラエルが空爆をしたと。でそれまでもですねこの、ガザ地区におけるこのハマスとの戦いの中でですね、例えばレバノンの、ベイルートにいるこの、ハマスの幹部を攻撃したりですとか、それ以外にもシリアのさまざまなこの、軍事施設にいる、革命防衛隊の幹部を攻撃したりということはしてたんですが、大使館には手を出さなかったんですね。そこに攻撃したというのが今回の多分特徴なんだと思います。でさすがに国際法上このイランの在外公館に対して攻撃をしたということはイランに対する直接攻撃であると。でこれまでの標的攻撃のように暗殺ですとかサイバー攻撃ではなくて、ミサイルによる攻撃であるというところもこれまたちょっと違ったいわゆる戦闘行為というんでしょうかね、あからさまなこのキネティックな攻撃であったというところもまたもう一つの特徴としてある。ですのでやはりイランとしてはこれはさすがに看過できない。また同時に、国連憲章51条に基づく自衛権の発動であるというのがイランの主張なんですけれども、そういうことが成立するのでこれはもうさすがに攻撃できるだろうというこういう理屈から、この攻撃をしたと。
ただ先ほどジムさんもおっしゃったように、300発のこの攻撃のうち、巡航ミサイル、それから、ドローン、そして弾道ミサイルという3種類が使われていて、でこのうち弾道ミサイルが100発、そして、ドローンと、ドローンが120とか30とかっていう数で、それに巡航ミサイルというこういう組み合わせなんですが、弾道ミサイルっていうのはやっぱりスピードが速いので、防空システム、イスラエルのこのアイアンドーム、これによってですね迎撃することが難しいんですが、ドローンとか巡航ミサイルはスピードが遅いので、このアイアンドームの餌食になるということが分かっている。でもし本気でイスラエルを攻撃するつもりなら、おそらくこの巡航ミサイルやドローンではなくて弾道ミサイルの数が多かったはずなんですね。それをしなかったっていうのも少しメッセージとしてあるのかなと。で実際この弾道ミサイルが狙ったのは、砂漠地帯ですね、ネゲブっていうこの南側の砂漠にある空軍基地ですとか、そういったところが中心でしたので、これもやはりイランとすればイスラエルに多大なこの甚大な被害を生み出さないで、被害を生み出しそうなその人のいる地域ですね、その被害が大きくなりそうなところには足の遅いミサイルやドローンで攻撃するといった、こういうなんというかある種の配慮というんでしょうか、メッセージというのが、そういうものが目立ったのも今回の攻撃の特徴かなと思っています。そうやって考えてみると、イラン側の立場からするとイスラエルもまた一線を越えたと、だからそこに報復をしなければいけないという論理が働いたんですけれども、その報復の仕方というのはやはり相当程度計算されたものであったということが言えるのかなというふうに思いまして、今回実は事前にバイデン大統領自身も強い警告をして、で攻撃情報のインテリジェンスというのをアメリカも掴んでいたし、イランもまたそのバックチャンネルで、攻撃をするんだぞということを事前に出していたと。ワシントン・ポストなんか随分そういうことを言っていました。でそして今回非常に特徴的だったのはその300発の合計ですね、攻撃をほとんどこの迎撃をしたと、イスラエル側の発表だと 99% ですか、これ映像を見ると本当にそうかなというところはあるんですけれども、相当高い精度で迎撃ができているということも、これも非常に特徴的な状況だったということですね。でいろいろ情報を総合すると、今回の迎撃に携わったのは実はイスラエル軍だけではなくて、アメリカ軍やイギリス軍といったところが展開をしてですね、航空機だったりあるいは駆逐艦から防空システムを作動させて、場合によってはそのイスラエル領内にたどり着く前に相当程度迎撃できたという、まさに事実上のアメリカ・イスラエルの緊密な軍事作戦だったという、こういう性質があったということなんだと思うんですね。でこれをどう思うかということも聞きたいんですけれども、ただやはりですね、とは言っても、先ほどの弾道ミサイルの話もあったように、弾道ミサイル、イスラエルのアローシステムにしてもですね、完璧ではないわけですよね。撃ち漏らしがあって、それが重要な施設に落ちて、民間人の死者とか出れば、場合によってはこれ中東秩序が根底から覆されかねないというような、緊迫したシーンがホワイトハウスのシチュエーションルームでもどうやらあったみたいだということを考えると、夜が明けてみるとですね、我々新聞とかニュースで、これはもう計算されたやり取りで先にはもうそもそも行かなかったんですよと本当に言えるような今回情勢だったのか、その辺も含めていかがでしょうか。それはすごい面白い問いかけで、我々は通常後知恵で、99% 落としたっていうのはそれは計算されたものであるということを言いがちなんですけども、おそらく最初に、イランは攻撃することをほのめかし、アメリカも48時間以内とかそういうことを言って、で実際、イスラエル軍だけではなくてアメリカ軍イギリス軍も待ち構えているところにミサイルを撃っているので、相当程度迎撃されることは想定していたとは思うんですね。ただその確率がどの程度なのかっていうのはこれはもうサイコロというかやってみないとわからない世界で、実際のところはもう 99% 撃ち落としたと、本当かどうかはともかくかなりの数迎撃されたことは間違いないし、イランもおそらく分かってて撃ったことは間違いないと思うんですね。そこは多分ある種のなんていうんですかね、暗黙の了解というのが多分双方にはあったと思います。ただ
それが多分打ち漏らしももちろんあるでしょうし、場合によっては思った通りに迎撃がうまくいかないっていうのもあるだろうし、いろんな意味で予測不能なことっていうのはあったので、結果として多分プラン B としてそういうこの被害が大きく出た場合どうするのか、しかも深夜早朝の攻撃でしたので、人が動いているところであれば昼間であれば多分シェルターに逃げるとかそういうことも可能だったのが、そういうことができない、要するに深夜にやるっていうことはもう建物に例えばそれこそマンションみたいなそういうところにぶつかれば当然被害が大きく出た可能性があるわけですね。ですからそういう時に多分イランは何を考えたかっていうと、おそらくそれもありなんだという、つまり結果的にイランとしてはその報復をしたという事実は欲しいけれども何も効果がないっていうわけにもいかないと。ですからある程度の効果は想定しうるけれども、ただ、それでもなんていうんですかね、イスラエルがもう怒り心頭になってでさらにこのエスカレートするような状況にはなりたくない。ですから迎撃できるような体制を取りつつ、でもいくつかは撃ち漏らすぐらいの数、つまり300っていうのはかなりの飽和攻撃に近いイスラエルのアイアンドームやアローシステム、それから英米のですねこの迎撃システムがあったとしても300という数はやっぱり多いと思うんですね。ですからある程度のところまでは被害が出ることは想定していたのではないかと、ないしは被害を出したいと思ってやってたんじゃないかというふうに私は思っています。ただそれがやっぱりある程度この撃ち落とされることを前提に、一定程度の被害ならば多分イスラエルとしては受任可能なのではないかというような読みは多分どこかには働いてたけれども、それが結果としてエスカレーションにつながるという可能性は多分イランも計算をしていて、そこはもうそうなった時はそうなった時と、でもさすがに何もやらないわけにはいかないっていう、こういう判断の中で300発っていう選択がなされたんではないかなというふうには思います。なるほど。でイラン側もそれを、打ち終わった後にですね、一定の成果を上げたのでこれで一旦やめますということを言ってるわけなので、それはなんていうんですか、落ち着いたようには見えるんですけれども、その落ち着きっていうのは、相当程度いろんなところに展開し得た、ということも同時にあるということなんだということですよね。でそこで今後の展開というのをぜひお伺いしたいんですけれども、ある意味これはパンドラが開いた話で、イスラエルとイランがお互い直接的にやり合う時代が開いてしまったと。でこれが事実上デフォルトのような形で今後展開していくような緊張関係が続いていくということなのか、それともどこかにやはり制御できないようなエスカレーションが起こりうる危険性というのが、イラン側からもイスラエル側からも場合によってはアメリカもというファクターも含めて起こりうる話なのか、そのあたりはいかがでしょうか。いやこれはなかなか難しい話なんですけど、一つはっきりしているのはイランも、イスラエルも直接本国同士を攻撃してその大規模に戦力を投入する能力がないってことなんだと思います。もちろんイランは海軍もありますしイスラエルもあるんですけれども、で空軍ももちろんあるんですが、やはりどうしてもピンポイントで攻撃をするミサイルが中心になる。で実際に戦闘機やこのなんていうんですかね、艦船を使ったですねこの、戦力投入をしてこのそれぞれの本国に近いところでのこの近接砲撃ですとかそういったことを行うような能力まではあるとしても、やはり着上陸をするとか、この相手のこの領土に対して決定的なこの影響を及ぼすということは、なかなか双方では難しいので、これから多分起こりうることっていうのはやはりイスラエルに対しては、イランはですねやはりヒズボラを中心とした地上の兵士、それからシリアに拠点を持つこの革命防衛隊の遠征部隊であるこのクッズ部隊、
こうしたなんていうんですかね、出先っていうんでしょうか、本国から影響を受けて派遣をされたそういう勢力がやっぱりこれからも攻撃の主体になる可能性が高いだろうというふうには思っていて、そこにですねこのイランからの間接的な長距離のこの攻撃が加わるというようなことがあると、全面的なイスラエルとイランの間の戦争になる。で逆にイスラエルは航空機ですね、戦闘機爆撃機を使ったこのイランへの攻撃ぐらいしか多分今ミサイルの他にオプションはなくて、でおそらくその場合ですね、本気で、イランというのも国土は相当広いので、イランに対して深刻なダメージを与えようとすると、これはもう場合によってはそれこそイランに対して核を使うですとか、そういったこともオプションには入ってくる可能性があるということはやはり非常に怖い問題である。でおそらくそれはアメリカが許さないし、アメリカはそれを認めないんですけど、こうしたイスラエルがですね、このイランに対して直接攻撃をする際にどうしてもやっぱりそうなるとアメリカの支援というものが必要になってくるということで、ここでやっぱり重要なプレイヤーになるのはアメリカなんじゃないかなというふうには思います。ですのでこれからイラン、イスラエル、アメリカで、そこにヒズボラなどが入ってくるんですけれども、この中でやっぱり一番大きな変数としてあるのがこの11月の選挙で、今バイデン政権はかなり落ち着いた、しかもイスラエルに対して加勢はしないということを明言するバイデン大統領なわけですけれども、これがもしトランプ大統領になっていた場合、そういうような対処になるのかどうかっていうことは、これはもうわからない。場合によってはイスラエルと一緒にイランを殲滅するみたいなことを、ないしはイランにおいてこの体制を崩壊させるというようなことを本気で考える人が防衛担当にいる可能性もあるわけで、そうなるとですね、かなりやっぱりリスクの大きな話になる。アメリカが今後誰を大統領として選ぶかによって、この中東の情勢というのは本当に劇的に変わりうる可能性があるなというのは感じています。はい、ありがとうございました。このイスラエルに対するイランの攻撃、1日経ってですね、一旦の落ち着きを取り戻しているという情勢ではあるんですけれども、先ほど鈴木所長からお話しいただきました通り、イランの要因、イスラエルの要因、そして大統領選挙を控えたアメリカ、この3方からですね、いろいろな変数によってこの情勢が変化しうるということについては、注意深く今後も情勢を見ていかなければいけないということだと思います。で、仮にこのイランとイスラエルの緊張が増して、軍事的な対立がエスカレートし、そしてアメリカも介入していくという事態になったときに、我々はそのウクライナ戦争、そしてガザにおける現在の人道的な状況に加えて、さらに新しい極としての紛争を捉えなければいけないような時代に入りかねないということが、今回の緊張の非常に大きな問いかけだというふうに思います。で、これはとりもなおさず東アジアの情勢に与える影響も極めて大きいということで、私たち自身の問題として引き続き情勢を分析していかなければいけないと考えております。地経学研究所はこうした中東情勢の変化も踏まえた上でですね、地経学の状況、そして経済安全保障の状況についてこれからも分析を続けてまいります。本日は地経学インサイト特別編ということでお送りしました。今後とも地経学インサイトどうぞよろしくお願いいたします。トランプさん、言葉発するだけでいろんな問題起きますけども、実際にオン・ザ・グラウンドのものを動かさなければいけないような政策については、やはりアメリカが自国優先主義的な政策を取るということは当然であると。